バンドパスフィルターはね、ローパスフィルターとハイパスフィルターを組み合わせた状態だからね、真ん中辺しかないのよ。で下げるとローパスで上げるとハイパスになってくるという状態で、次がピークフィルター。次がバイパス。バイパスというのは何も通さないっていうね、こういったフィルターの種類があります。で、じゃあローパスフィルターに戻していきますね。また重要なのがね、このレゾナンスってやつ。レゾナンス、これはね、レゾナンスを入れてない状態でカットオフを回すとこうなります。レゾナンスを加えてカットオフを回すとミヨーンとなりますね。さらにどんどん入れます。このレゾナンスっていうのは、指定されたね、その周辺の周波数を強調するという意味なんですね。強調する、それによってその部分だけが、極端に強調されるんで、ミヨーンってカットオフを動かすことでミヨーンって感じの音になるね。まあこれが俗に言う、シンセサイザーらしい音色と言えるんですけど、最後にアンプ、ここで全体の音量を決めます。音量が変わってますね。という非常にシンプルな構成なんですけど、実はね、ポイントはね、この下の部分のスライダーなんですね。これね、とても重要です。スライダーっていうのは、我々専門用語でエンベロープジェネレーターという部分があって、エンベロープジェネレーターって音の形をね、作り出す、仕組みのところなんですけど、例えばね、ここに、じゃあ今度アンプから言ってみましょうか。ここになんとなく絵があるの分かりますかね。カメラさん寄れますか。キーオンっていうのがあって、A というのがあって、で A で一番上まで行って、で D が始まって、で D が終わったところで S っていうのになって、鍵盤をオフすると R、 この ADSR、 これがですね重要です。 A はアタック、 D はディケイ、 S はサステイン、 R はリリース。日本語で言うとね、 A が立ち上がり、 D ディケイは減衰、 S これサステインは持続のレベルで、リリースは余韻っていう意味なんですね。でね、これこんな感じの音していきます。アタックを上げるとどうなるかというと、ふわーっと音が上がりますね。ふわーっとね、じゃあ、これ下げていきます。またそうすると弾くと同時に一番上から下がっていきますね。じゃあリリースっていうのをちょっと鍵盤を離した後の余韻、わかりますね。残ってますね。はい、元に戻します。で今サスティンレベルだけが上がっていて、アタックもディケイもリリースもゼロの状態だとどういう音かというと、鍵盤を押したと同時にスコーンってすぐに音が最大に出て、鍵盤を離すと音がブツッと切れる、バツッ、ね、こういう状態です。でじゃあサスティンもこれオフにしています。サスティンもゼロにしてみましょう。そうするとどういう音になるかというと、こうパツパツした音になります。すなわち今最大の力だけが加わってるんだけど、持続レベルがゼロにいるから、最初の鍵盤を弾いた時だけポツッという音が出てるのね。でこれでね、ディケイ、減衰っていうのを動かしてみます。ちょっと動かしてみるとこうなります。わかりますか。ずっと弾いてるにもかかわらず音がなくなりますね。まあ、ピアノと一緒ですね。ピアノって弦を叩いて弦の振動がなくなるまで音が鳴りますけど、弦の振動がなくなるとだんだん音が消えますね。全くその状態というように、音の形を作れるのがこのアタック、ディケイ、サステイン、リリースという ADSR、 これを総称してエンベロープジェネレーターと言ってますけど、
といったものなんね。これがアンプにもついているし、フィルターにもついています。フィルターの場合だとこれがね、アンプだと音量が変わるんですけど、これ音色が今度変わります。ワンわかりますかね。音色がさっきと同じように山ができてますよね。これを動かすことによってね。というようなことができるわけですよ。でさらにオシレーターの音量のところにもエンベロープジェネレーターっていうのがついてて、この場合アタックとディケイなんだけども、音量で、ごめんなさい、音程ね、オシレーターだから音程のところでこれが効くとどうなるかというと、ここにエンベロープデプスっていうのがありますけど、ちょっと力を加えてみますね。でアタック入れてみますね。上がって下がりますね。じゃあディケイも入れてみましょう。見事にこの山形の音程になってますね。このエンベロープデプス、これをね今上の方にやってるんですけど、この逆走の下側にもいけるんですね。下にするとどうなるかというと、山が下になるわけですね、今度ね。楽しいですね。このようにエンベロープジェネレーターで非常に多彩な音色の時間的変化をつけることができる。音色、音量、音程に関して自在に時間的変化感をつけることができる。これは面白いです。でさらにこの青いところを見てください。青いところはこれ LFO といってローフレクエンシーオシレーター、非常に低い音が揺れとしてね、作用します。でここに赤い黄色い文字か、黄色い文字でピッチ、フィルター、アンプとこうありますよね。これどういうことかというと、でここでレイトってで速さが出てるんですけど、これ速くするとこの点滅が速くなるの分かりますよね。で例えばピッチちょっと動かしてみますね。揺れが出てきますね。例えばアンプでやってみると、今度フィルターでちょっと下側にやってみましょうか。こういうことができるわけで、さらにその揺れの形をこれね、ここにまた波形が、オシレーターの時のウェーブと同じような波形が出てますけど、これ揺れの形を表しています。例えばこれ区形波で揺らしてみましょう。そうするとどうなるかというと、でこうなるわけ。アンプとフィルターも速さ変えてみますね。でさらにこのフェードタイムっていうところでその揺れがかかるまでの時間を調整できます。例えば0だと引いたと同時に揺れがかかってますね。でこれを入れると最初はかからなくてだんだんかかってきます。でこのインターバル、この時間をフェードタイムっていうので、変えることもできますね。というようにこのオシレーター、フィルター、アンプ、そしてこの LFO、これらを使うことでものすごい多彩な音色ができる。これがガイアの基本的な音作りの秘密なんですね。これを理解するとね、実はガイアに限らず現存するシンセサイザー、ワークステーションも全部そうですけど、全部基本的に同じ仕組みを持ってるから、ものすごいシンセサイザーに対してですね、ものすごい理解が深まると思いますね。オシレーター、フィルター、アンプ、LFO、もう一つキーワードエンベロープジェネレーターとなりましたけど、これをぜひ忘れずに